皆さんこんにちは。バーチャル YouTuber をしているメイドのリコです。本日は今まで扱っていなかったジャンルのレビューをしてみようかなと思います。いつものように1個まで漫画を読んでいたら、今まで読んでいるジャンルとは違う作品があったんですよ。読んでみたら結構興味深く面白い作品でしたのでご紹介します。今まで扱ってきたナロー系とは全然違うジャンルですが、お付き合い願えれば幸いです。では、タイトルはこちらです。レプリカ、元妻の復讐です。作者は、田中智様です。1コマのジャンルは、ドラマ、となっていました。なんか、昼ドラにありそうな感じ、ですね。恋愛復讐ドラマ、みたいな。それでは軽くあらすじを説明しまして、感想を述べていこうと思います。これよりネタバレを含みますので、嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。では、レプリカのあらすじはこちらです。幼稚園時代から容姿でバカにされ、いじめられてきた主人公、伊藤葵。しかし、そんないじめにもめげずに勉強だけは努力し、成績は優秀でした。大学にも合格し、そこで天文学部の好青年、藤村吉平と出会いました。吉平は葵の外見など気にせず、内面をしっかりと見てくれる青年でした。そんな吉平が葵に惹かれ、2人は恋人に。そして結婚までして幸せになりました。めでたしめでたし。では終わらず、いじめの主犯として大活躍し上がりました幼なじみ、日下部かりん。学業の成績は非常に悪かったですが、美貌とずる賢さはあり、ブスな葵をいじめていました。そんなかりんが女の武器を使い吉平を誘惑し、葵は寝取られてしまいました。吉平はかりんにより人が変わってしまい、内面よりも外見を見るようになり、葵と離婚しました。離婚する少し前に、わざと怪我したかりんに濡れ衣を着せられ、警察のご厄介になってしまったこともあり役所を退職。多額の慰謝料はもらったので、しばらく自堕落な生活を送っていたが、ある日、かりんと吉平の結婚式の招待状が届いたことでブチギレ。かりんはもちろん、結局は容姿で判断するような人間だった吉平にも復讐を決意するのでした。という感じのあらすじです。一巻は背景に重点を置かれていたので、そこまで話の進展はありませんでした。しかし、私がよく読んでいるナロー系たちとは違い、しっかりと過去回を描いているのがいいですね。葵がどれだけかりんに幼少期から虐げられてきたか。大人になってまで粘着され、寝取られてしまう。という過程を経て、かりんへの憎悪が読者たちも共有できたのではないでしょうか。しかもですよ、容姿で人を判断するような人間は最低だ。とまで言っていた吉平が、容姿でしか人を見ないという最低人間だったわけですし、今まで愛していた分、憎さは100倍でしょう。でも、諸悪の根源はかりんですけれどね。かりんという女性は本当にクズですよね。わざわざ別な大学に行ったいじめられっ子に粘着して、家庭を壊すとかありえないですよね。何が楽しいんでしょうね。でも、こういう女性って学校に数人くらいはいそうな感じですよね。幼少期からチヤホヤされてアイドル気取りなプライドの高い高慢な子。ずーっとチヤホヤされっぱなしだったから大人になってもその性格が治らないで言いますよね。私は幸い、平和な学校でしたので、見たことなかったですけれど。私からすると、ものすごく人生の無駄に思うんです。いじめをする人間の思考が理解できません。学生時代はストレス発散、なんでしょうか。人間に対してでしか発散方法が思い浮かばないほど知能が低いんでしょう。学校時代は1万歩譲って、目障りな人間の排除、ストレス発散、という理由だと理解を示すとして、社会人になってまで粘着する意味が全くわからないんですよ。カースト底辺の人間がこんなイケメンと結婚しているのが許せない。みたいなことですか？それって自分に何かデメリットがあるんでしょうか？女社会はマウンティングの取り合いみたいなことを聞いたことがあるので、
そのためだけにわざわざ粘着したんでしょうか。見栄や外文ばかり気にする面倒くさい社会です。復習内容としては、かりんと同じようなことをするというものです。整形をして美貌を手に入れ、名前も伊藤すみれに改名。これで別人に代わって吉平にもバレない。それにしても、現代の整形技術ってすごいんですね。骨格の形状上、そこまで変えることってできないはずなんですが、全く別人にできるんですね。出っ張った頬骨やエラや鼻、唇なんかは削るだけな気がするからできそうですけれど。目なんて 4、5倍になってますけれど。まあ、漫画だからかしら？こんな大きくできるものなんでしょうか？本当にできるのでしたら、整形ってすごいですね。まるで別人に変えられるくらいまで整形できるとはびっくり。私もやってもらおうかしら。まあ、その話は置いておきまして。徐々に近づいていき、寝取り返し、元さや、になろう、という感じの復習です。そして、吉平には正体を明かして、やっぱり容姿なんだね、ということをしたいのかな、おそらく。もうね、過去回が読んでて辛かったですね。心が重くなっちゃいます。結婚式の招待状をわざわざ送ってくるあたりなんか、ものすごく神経を逆なでされましたね。今までキャラに対し怒りが湧くことはありましたが、それは性格が矛盾しているとか、その年齢で未熟すぎる精神だとかで怒っていたわけです。でも、かりんという存在は悪者として魅力がある、と言えばいいんでしょうか？しっかり自分の役割を全うして、悪役らしくヘイトを貯めてくれています。かりんっていう女性はどうやったらそこまで性格が歪むのか気になりました。こういう女性は現実にもいるでしょうから、じっくりお話を聞いてみたいですね。こういう人間って世の中にいくらでもいるはずなんですよ。その人間に対して復讐するというのはすごくスカッとするのではないかと思います。復讐という言葉に惹かれて読みましたが、なかなか楽しい作品でした。今は始まったばかりですから、今後の流れはどうなるのかわかりませんが、復讐だけを集中してやっていってほしいです。こういう昼ドラみたいなのって、途中で第三者のイケメンが現れて主人公と恋愛。復讐はやめようかな。でもやっぱり復讐。みたいな無駄な毛ほども面白くない展開があるじゃないですか。そういうのは本当にいらないです。しっかりとブレないで、復讐を最後まで完遂してほしいです。かりんや吉平の後悔や懺悔、無様に怒り狂ったり許しを請う姿を見たいのです。余計な話は必要ないですからね。最後がどうなるのかすごく気になります。今回のレビューはいかがだったでしょうか？このような感じで、私が思ったことをありのままにレビューしていきます。このような私にレビューしてほしい作品がありましたら、コメント欄か Twitter でご連絡ください。気に入っていただけましたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また次回、レビューしたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。